皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、日本語の意味や文化だけでなく、なぜ日本人はそう考えるのかという背景にある考え方も一緒にお話ししていく、そんなポッドキャストのコーナーとなっております。ここのところですね、ずっとこの仕事の辞め方という本の中にあった、老害というスラングについてお話をしてまいりましたが、今日からはね、この本すべて読んで、日本ってこういうところあるよねっていうふうに思うことがあったので、それを皆さんとシェアしていきたいと思ってます。老害の話ずっとしてたんですが、実はそれはこの本のほんの数ページの内容なんですよね。まずは皆さんに一つ質問です。もしあなたが仕事を辞めたら会社はどうなると思いますか？多分多くの国では私がいなくても会社は普通にずっと続いていくよって考える人が多いと思うんですね。でも日本では私が辞めたら会社が回らなくなる、そう感じる人が結構いるんですよね。皆さんの国の感覚とはちょっと違うかもしれませんね。今日のキーワードは〇〇が回る、回らないですね。これは、物事が順調に進むという意味ですね。〇〇が回るは〇〇が順調に進むという意味です。例えば会社が回るだと会社がスムーズに動いているということになりますし、店が回らないとかだと忙しくて対応ができないみたいな、そんな意味合いになります。日本の会社のイメージ、皆さんどんなイメージがありますか？私のイメージを話すんですが、私のイメージだと、一人一人が歯車となって、一つのシステム、ロボットでもいいんですが、それを動かすイメージっていうのが私はあります。なので、誰か一人が休んだり辞めたりすると、会社というそのシステム自体が止まってしまうんじゃないか。そんな風に無意識に感じてしまう人が多いんですよね。で、この本の、著者の方は鈴木治さんですね。もう何回も出てるんですが、この方は32年間テレビの放送作家、台本を書く人として活躍してきた方です。32年間ずっと同じ仕事ということなので、一生ものの仕事っていうのを続けてきた方ですよね。そんな方でも辞めようって考え始めた当初は、自分が辞めたら周りに迷惑をかけてしまうっていう風に感じていたそうですね。で、この迷惑っていうこの感覚こそ、この日本の社会の息苦しさにつながってるって私は思っていて、正直なところこの歯車みたいな感覚、自分が歯車みたいな感覚っていうのはあんまり好きではないんですよね。会社のために働くっていう考え方は、経営者が持っているのはいいかもしれませんが、一社員にとっては、ちょっと荷が重いというか、苦しい考え方だなって私自身は思っています。もちろん責任感を持つことは大切だと思うんですね。でも実際のところ自分がいなくても会社は回るし、自分の人生をどう回していくかの方がもっと大切なんじゃないかなって私は思ってるんですね。で、ご存知の方は多いと思いますが、日本は個性よりも和っていうものを大切にするっていう文化がありますよね。なので自分の意見をストレートに言うと、ガツガツしてるとか下品に見えるって感じる人も多いんですよ。で、この感覚が、また別の日に話すんですが、大丈夫ですっていうような遠回しな断り方とか、あるいは辞める人は裏切り者っていうような空気にもつながってるんじゃないかなって思っています。
今日は会社が回らなくなるという日本人独特の感覚を入り口に、日本社会の、なんでしょうね。息苦しさについて少しお話をしました。皆さんの国ではどうですか？自分がいなくても会社は回るっていうふうに考えてますか？よかったら考えをコメントで教えてください。明日は日本人が自分の希望をストレートに言えない理由、あと大丈夫ですっていう表現の裏側についてお話ししようと思います。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。